ようこそアスバロガレージクラブへ。今回も新入部員の部品外しをやっていきたいと思います。いろいろとチューブがついていて、それぞれを外していきます。今回はフレームとエンジンを切り離していきます。チューブ類も硬くなっているので、ヒートガンで温めながら取り外しを行います。ようやく一つ目の部品が取れました。続いてフレームからベルトケースにつながっているホースを外します。外れました。うわ、ひどい。泥がめっちゃ出てきました。フレームの隙間から泥が入ってくるんでしょうか。次はリアブレーキワイヤーを外します。調整用のナットを外してワイヤーを引き抜きます。ワイヤーを固定しているボルトを取ります。ボルトが取れたらワイヤーを引き抜きます。ナットとジョイントを戻します。キャブレター周り、チューブやハーネスがあるのでそれぞれを外します。アクセルワイヤーを外します。ロックナット、アジャストナットを緩め、ワイヤーを外します。外れました。フレームとエンジンハンガーのナットを緩めます。ナットがめっちゃ硬かった。ナットが取れました。ボルトを押し出します。トントンやってもう少し。錆びてますね。工具を入れやすいようこの部品も取って、そしてボルトを緩めます。ボルト取れました。続いてハーネス類の接続を取っていきます。これはオートチョークのカプラー、エンジンアース、プラグキャップ、サーモセンサー、束ねられたハーネスを分離。これでフレームとエンジンの分離の準備ができました。では
分離です。無事切り離しができました。洗いきれなかった。泥汚れが出ました。エアクリーナーケースを外します。2箇所のボルトとキャブにつながるホースを外してオートチョークも取ります。エアクリのバンドを緩めます。グニグニやります。幸いチューブはまだ弾力がありうまく外れました。ここの2本のチューブを外してさらにエンジン側のホースを抜けば取れました。長かったな。内側は泥だらけ。キャブレター外していきます。インテークのバンド2本緩めてぐいぐいとちょっと温めないとダメかな。ぐにぐにやって取れました。動きは良さげですが泥汚れがひどいです。エンジンのカバー外します。インマに取らないと外せない。アッパー側は取れました。なんか住んでたのかな。マスキングします。ロア側外します。ここのパイプを外します。さらにマフラーも。マフラー外れたけどオイルキャップに引っかかる。ようやくロアカバーが取れました。見えなかった泥汚れが現れました。なんかの屍が。リアホイールのナットを緩めておきます。
毎朝外します。一通り部品を外し、フレームとエンジンの切り離しができました。しかしこの泥汚れひどいですね。また部品洗浄の作業かって思ってます。先は長いな。では今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。